こんにちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今回は書き終わった水彩画を後からまっすぐにする方法をご紹介します。皆さんご存知かと思いますが、水張りのことですよね。で、YouTube で検索すると、やり方を紹介した動画がたくさん出てきます。で、一般的には絵を描く前に水張りをして、で紙が波打ちするのを防ぐっていうことですよね。でそうすることで絵を描きやすくできるんですよね。でその方法っていうのはだいたい紙を水でしっかり湿らせて、で伸ばして、で次に、板に置いて水張りテープで固定して乾燥させる。で乾いてから絵を描く。で描いた後にカッターなどで板から剥がすっていうことですよね。でもう一つ木製パネルに貼る方法もありますよね。これも描きやすくして、その後展示とか学装がしやすいっていうことですよね。ただ私はですね、絵を描いた後に水張りをしてきました。それはですね、野外でスケッチをしていたことから来てるんですよね。で、腰をね落ち着けて描くよりも、移動して描きたい場所をね見つけるためにぐるぐる歩き回っていたので、固定して描くよりもスパイラル式のスケッチブックをずっと使ってきました。でブロック紙っていうのもあるんですけど、次の絵を描こうと思ったり失敗した時に現場でナイフなどで四隅をカットするのが結構面倒なので、やっぱりねスパイラル式のものに描いていました。で私の水張りは描きやすさではなくって、作品を後からきれいに保管しておくためっていう理由でやってるってことですよね。で方法もね正しいかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、簡単なのでもしよろしければ参考にしてください。それでは、必要な道具の紹介をしていきます。でまずは描いた作品ですね。で例えば、これなんかだと見るとねヨレヨレになってるのが分かりますかね。波打ってますよね。でこれをねまっすぐにしていくんですよ。でまっすぐにした作品が、こちらですね。これまっすぐになってますよね、ピシッと。これやってないやつですね。ヨレヨレしてるんですけど、それがまっすぐにピタッとなるっていうことです。はい。で水ですね。ハサミと水張り用のテープ、これは画材屋さんとか Amazon とかにも売っているので、概要欄に貼っときますね。で雑巾とハケですね。ハケはねもう何でもいいんですよね。私はずっと100均の使ってました。100均のが、すごい汚れちゃったのでもうそれはないんですけど、これはこの間世界堂で買ってきたやつですね。なんだろう、結構硬いけど別に普通に使えます。あとはねスポンジとかでもいいそうなんですけど、私はハケとかね太い筆でもいいと思います。はい。道具はこんな感じですね。はい、まずスケッチブックから絵を外してカッターで穴の開いたところを、カットしました。そして本当はあれば木製の板などに絵を貼るんだと思うんですけど、私は平らでツルツルな机の上で水張りをしています。絵をまず、裏向きにしますね。で今回は2枚同時に水張りをしました。次に水張りテープをカットしていきます。短い辺が4本と長い辺が4本ですね。で長さは絵よりも長くしています。適当ですね。で水をまんべんなく塗っていきます。この後雑巾で、雑巾じゃなくてもね綺麗な布でいいと思うんですけど、余分な水分を取るのと、空気を抜いて紙を、机に密着させます。でテープに丁寧に水を塗っているのをね YouTube で見かけたことがあるんですけど、私は机にね水を塗ってしまって、でそのまま貼っちゃってますね。でテープは長辺から留めると、長いやつから留めるといいそうです。私はどちらから貼るとか別に意識してなくって、2枚目はね
短い方から貼ってますね。先に水張りテープを何本か貼ってしまっていますね。でそれで、ここで雑巾で空気を抜いてますね。あとは余分な水分をね取ってます。はい、そして、もう一つも水張りをしていきました。机に絵を水張りテープで貼り付けた状態で半日ぐらい放置します。ドライヤーで手早く乾かす方法もあると思うんですけど、自然乾燥の方が綺麗にできるような気がします。ですので、ご飯を食べる机とかではやらない方がいいですよね。乾燥するとこれがね自然にパリッとね剥がれてくるんですよ。表面から裏からでもいいんですけど、カッターではみ出た部分をカットして完成です。この方法だと裏面にね水張りテープが残ってしまうんですけど、私はねあんまり気にならないですね。絵の補強にもなってね、むしろいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、これでまっすぐなね状態で作品を保存していけると思います。スキャンする時とかもねまっすぐな状態なので綺麗にしたりとかできるんじゃないかなとか、飾ったりする時もまっすぐなので飾りやすいのかなっていうふうに思います。はい、今日は、こんなところで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。